皆さんこんにちは。キューベインサイトラボのキューベです。今回は、2月の3部作の、最終回ということで、カナダ首相カーニー首相によるドル売り発言、これについて、ちょっと考察をしていきたいと思います。先週、動画で、ダボス会議での平和評議会について、話をしました。で、その時にですね、招待国で、唯一招待を取り下げた国が、トランプさんが招待を取り下げた国がカナダだったんですけども、1月22日の発足式の、前日ですかね、カナダの、カーニー首相が、講演をして、その中で、ドル売りとも、取れる発言が、出てきたわけです。で、これに、怒ったトランプさんが、平和評議会へのですね、招待を取り消したと、いうふうに、なったわけですね。で、この、ドル売り発言が、どういうものだったのか、それをちょっと明らかにした上で、仮に、そういったものが起きたときに、影響がどうなるか、そういったことについて、考察をしていきたいと思います。最初にカナダの、首相のマーク・カーニーさんですけども、日本のメディアの中ではですね、あまりニュースになることがないので、ここで一回そのプロフィールを紹介しておきたいと思います。1995年にゴールドマン・サックスに入社をしました。それで8年後ですね、2003年にカナダ中央銀行の副総裁になっています。その翌年、カナダ財務省の上級副大臣、それでまた、2008年に今度はカナダ中央銀行の総裁になっています。それから2012年にですね、イングランド銀行、イギリスの中央銀行ですけども、そのイングランド銀行としては初めての外国人の総裁ということで、このカーニーさんが総裁に就任をしています。その後、2019年にその総裁、イングランド銀行の総裁を辞めて、その後は国連の気候変動関連のですね、担当特使なんかをやっていたと。それで2025年の、選挙で、カナダの首相に就任をしたと。こういう流れですね。それで、前回の、平和評議会のところでも、ちょっと触れましたけども、このカーニーさんと、トニー・ブレア氏、イギリスの元首相のトニー・ブレア氏は、友人関係なんですね。で、たまたまなのかもしれないんですけれども、2001年の時に、トニー・ブレア、当時のイギリスの首相がメキシコ訪問をしましたと。その時に、会って、なんか意気投合したんですかね。テニスを一緒に、楽しんだみたいですけども、それ以来の、友人関係であると。で、このカナダのカーニーさんの政策っていうのはですね、今トニー・ブレアはもう特に引退をしているんですけども、そこが主催をしているシンクタンクで、トニー・ブレア・インスティチュート・フォア・グローバル・チェンジという、ところのシンクタンクの、モデルを採用しているということで、実際には、マーク・カーニー首相とトニー・ブレアは、年齢的には20歳以上ですかね、違うと思うんですけども、ある意味、トニー・ブレアの弟子に近いような、そういう、付き合いの関係にあるということが言えると思います。そのマーク・カーニー首相の2026年ダボス会議での演説ですけども、ドル売りシナリオ。で、これは、全文をちょっと、掲載はしないで、その該当部分だけを抜粋しますけども、ミドルパワーに対し、ミドルパワーというのはですね、要するに中堅国の連合のパワーに対してですね、中堅連合諸国に対して、アメリカのドルを売却しなさいというふうに明確には言及しなかったんですね。しかしながらですね、大国が金融インフラを強制手段として利用しているということを批判して、ミドルパワー、要するに中堅国っていうのはここでは欧州諸国を言います。ミドルパワーは不確実性への対応とドルへの依存度を減らすため分散化を図り、保険を購入し、選択肢を増やすべきだと、こういうふうに提言したわけですね。
で、このドルの依存度を減らし、分散化を図るということで、ドル売りだという発言のシナリオが浮上してきたということですね。直接的には明言はしていませんけれども、実質上はドル売りだということで、一国のその中央銀行総裁が、特にその西側のですね、中央銀行の総裁が、総裁だった、経験者の、首相がですね、そういう発言をするというのは、確かに異例中の異例ということは言えると思います。それでカーニー首相が、なぜこういうような発言をしたかということについては、今回は触れません。アメリカのですね、NSS、2025の中でも、西半球を勢力圏に置くということで、それに対して、カナダは、トランプ政権から攻撃を受けていて、それに対する強烈な反発があると。欧州諸国も強烈な反発がある。そういった、背景の上での発言だったということにはなるんですけども、そこを、話をしてもあんまり意味がないということで、仮にですね、中堅諸国がドルを売るような行動に出た場合、極端なシナリオなんですけども、カナダ、ヨーロッパがすべてアメリカの国債ですね、米国債を売却した場合、極端シナリオです。こういったことになるとどうなるかということをちょっと計算してみました。右のその表はですね、右の一番上のところが、アメリカの現在の、国債の発行総額なんですね。2026年1月現在です。で、これは、今現在38.5兆ドルの発行総額があります。で、これをその国内の機関投資家とか、外国の金融機関とかですね、外国の政府とか、そういったところが、保有をしているんですけども、それをですね、分けずに全部、一緒にした上でランキングをしたのが、この表です。例えばですね、アメリカ国内の機関投資家、これ、その保有率がどれぐらいあるかっていうのは、ピンポイントで、取れないので、上限下限で推計をしています。例えば、アメリカ政府の中での信託基金、これは、全発行総額に対して、19% ないし 20%、大体 7.5 兆ドルぐらい保有をしているということですね。それから、FRB、これ連邦準備制度ですけども、11% から 13% 保有をしている。これは前に、FRB が発行する米ドル紙幣というのは、発行した分を、アメリカの国債を発行してですね、担保として FRB に提供する。したがって、FRB というのは民間銀行なので、それをその所有している、シティだとか、ウォール街の金融機関のところにその発行、利息収入ですね、そういったものが入ってくる。こういう仕組みになっているということですね。それから、アメリカ国内の個人投資家、世帯、こういったものが大体15から 18% ぐらいあるだろうと。これは、大体 6.3 兆ドルぐらいですかね。それからアメリカの年金基金、例えばこれはカリフォルニア州公務員年金のようなカルパスのようなところもあれば、各州ごとにもしくは団体ごとに年金があるわけです。これが 3、4% ぐらい、1.3兆ドルぐらいですかね。で、日本は外国人の中で、筆頭の保有割合で、これはレンジではなくてですね、財務省とか、連邦準備制度の推計で、分かってるんですけども、日本はアメリカ国債全発行総額の 3.1%、1.2 兆ドル保有しています。で、外国税でいうと、次がイギリス、これがだいたい 2.3%、カナダ 1.23%、ケイマン諸島は、これ外国といってもですね、グローバルな投資家の非課税ファンドですけども、それが入っている。ベルギーが 1%、ルクセンブルクもタックスヘブンなんで、ケイマン諸島とルクセンブルクは同じような、感じの、グローバルな機関投資家ということになると思います。フランスが 1% 弱 0.97 ですね。そういうふうになっていくわけです。で、この、発行総額 38.5 兆ドルに対して、
現在の、パウエル FRB 議長を中心とする、FRB がですね、要するにシティ、ウォールストリートの、金融税が、反発をして、仮に売ったとすると。それからアメリカの銀行も、預金取扱機関ですね、これも売ったとすると。で、イギリスもこうして全部売ったとすると。カナダも言い出しっぺで全部売ったとすると。で、仮にこういう売ったとするというところがですね、反トランプ連合ということで、仮にですね、黄色にフォーカスをしたわけです。で、仮にこの反トランプ連合が合計するとですね、大体23%から26%ぐらい、大体4分の1ぐらい、25% ぐらいのですね、発行総額に対するシェアを持っているわけです。で、この極端シナリオは、この発行総額の 25%、9.6 兆ドルを、例えば10年かけて売却するって言ったらマーケットインパクトは何もないんですけども、短期間で売却した場合、で、こういうようなことが、起きるっていう、それが起きるというふうに考えているわけではないですね。だけども、仮に起きたとしたらという、前代未聞なケースを、言っているわけです。で、そうするとですね、アメリカ国債の、10年債の利回りは、少なくとも2% から 4% ぐらい急騰するわけですね。で、一時的に6から 8% 台に達する可能性があるということが、試算することができます。で、こうなるとですね、流動性は枯渇するわけです。パニック売りで、利回りも垂直に上昇するような感じになる。利回りが上昇するということは、米国債の価格が大幅に下落するということなんですね。こういうような、こんなことは過去起きたこともないですし、そういった面で極端シナリオですけども、最大に極端なシナリオだった場合ということですね。それで、そこが今度、為替市場、要するに通貨に対してはどんな影響があるかと。まずドル円ですけども、初期反応では、多分1ドル160円から170円は軽くつけると思います。で、これはその長期金利差が開くということですね。で、その後の、初期反応が過ぎた後の中期反応ということでいうと、ドル離れ、要するにリスク回避の円の買い戻しというものが起きるというふうに考えられるので、1ドル160円、170円まで跳ね上がった、ドル円は、一気にですね、110円、120円の、円高になるということが考えられます。で、ユーロドルはどうかというと、初期反応、今、だいたい 0.8 ぐらいですけども、1.15 から 1.20 ぐらい。で、中期反応としては、アメリカ初の金融危機に、なるわけですね、こうなると。で、それが、欧州の、金融機関にも飛び火をすると。まずこういうことが考えられるということになると思います。それで、この金利と為替の変動がですね、経済にどんな影響を与えるかということですけども、ユーロ高になるわけですね。そうするとですね、輸入物価の押し下げ効果はあると。で、ヨーロッパ中央銀行の、ECB への影響ということで、インフレ目標達成を支援する。それから利下げへの圧力がかかる。当然インフレ率が下がっていくということですよね。それともう一つは、逆にですね、成長率の鈍化というか低下ということが考えられるということですね。で、それからイギリスのポンドについては、これ、BOE、要するにイギリスの中央銀行ですね、バンクオブイングランドにとっては、ユーロ高による恩恵というのは、限定的だということで、政策判断は状況を見てということになると思います。より複雑になってくるわけですね。で、こういうようなことになるんですけども、そもそも、このカナダのカーニー首相のドル売り発言、カナダのカーニー首相は、金融筋出身ですね。それで、トニー・ブレアの支援を受けて、バンクオブイングランドというか、イギリスともつながっている。それから、ヨーロッパともつながっている。いわゆる、グローバリストの金融勢力であることは間違いないわけです。で、そうすると、その背後の、グローバリストの金融勢力にとって、メリットとデメリットと、両方あると思うんですけども、そういうことになる。じゃあ、メリットはあるのかというと、あんまりなさそうなんですけど、まずデメリットでいうと、通貨発行権という、究極の、利権を毀損する可能性があるということですね。
それから、2番目としては、その金融、例えば、JP モルガンにしてもですね、他のシティだとか、HSBC だとか、そういった銀行勢力にとってみても、資産のポートフォリオが崩壊する可能性がある。それからあとデリバティブ取引ですね。これは、非常に大きい市場で、しかもドルベースが中心になっているので、デリバティブ市場の、連鎖破綻の可能性もあるということが言えると思います。そうするとですね、カーニー首相が発言した、ドル売りで、実際にそうなった場合には、その背後の金融勢力も、かなりダメージを受けるじゃないかと、メリットないじゃないかということにはなるんですけれども、ちょっとまた別の見方をすると、対立の構図ということが、言えると思うんですね。それが、トランプ政権対、カーニー中堅国連合という、対立の構図です。それで、トランプ政権はですね、ディープステートを、潰すということを、明言していて、その通りの、シナリオを、周到に、やってるわけですけども、この3部作の最初に言ったようにですね、ディープステートはディープヒストリーでもあると。で、シャローステート、シャローヒストリーからですね、いよいよその通貨の問題に、取り組んでいくというのが、2期目ではなくて、2期目の2年目のですね、トランプ政権の、ステップであると、ステージであるということをちょっとお話ししましたけども、そういう観点で考えるとですね、トランプ政権が考えているのは FRB の解体、それから金本位制、それから政府通貨への回帰ということになるんですね。もう一つは、トランプデジタルドルです。ドル紙幣は、FRB が、その政府の銀行ではなくて民間銀行としての中央銀行の FRB が、紙幣を発行しているわけです。で、そのドル紙幣をすって発行するたびごとにですね、アメリカ政府は、国債を発行してそれを担保に入れないといけないと、こういう、構造になっているんですけども、トランプデジタルドルっていうのは、トランプ政権、要するにアメリカ政府が発行するドルで、しかも、実際のコインではなくて、デジタル形式で、行うデジタルドルなんですね。で、このトランプデジタルドルという考え方を持っているわけです。で、この狙いというのは、金融資本、ディープステートへの利子支払いを停止する。利子支払いを停止するというのは、先ほど言ったように、ドル紙幣をするたびごとにですね、FRB がドル紙幣をするたびごとに、国債を発行して、担保を差し入れて、で、その利子を、これらの金融資本、ディープステートに払い続けないといけないと。で、それを断つという、彼らの資金源を断つということになるわけです。で、一方で、そのカーニーと、ヨーロッパ中堅国連合というのは、国際的な、合成 CBDC による対抗。これはその合成デジタル通貨ですね。で、これはですね、実はそのカーニー首相は、バンクオブイングランドの総裁時代、この合成派遣通貨というのを、シンセティックヘジモニックカレンシーという、構想を持っていたんですね。なので、アメリカドルに対抗する、その各国が合成をして、それで、メジャー通貨としての覇権を取るという、そういう構想ですね。関連はちょっと直接的ではないかもしれないんですけども、イギリスがですね、EU から離脱をしましたよね。ブレグジット、をしたわけですけども、そうなると、イギリスの通貨ポンドというのは、ECB というか EU の、中から、ユーロから、独立してですね、ポンドだけになるわけです。で、ポンドの独立性を担保した上で、その連合を組んで、合成の覇権通貨を、作りたい。こういうような構想があったんだと思います。カーニー中堅国連合の狙いとしては、新たなグローバルデジタル通貨を作ってですね、新グローバルデジタル通貨を作って、金融支配権を維持したいと。トランプが、シティとウォール街の、その利権ですね、FRB とかですね、ECB とか、場合によっては日本の日銀もそこに関連するかもしれませんけども、
そういうそのグローバルデジタル通貨の金融グローバル通貨の金融支配ということを、そこにくさびを打つというのがトランプ政権の狙いであるならば、新たにグローバルデジタル通貨を作って、それを公正派遣通貨として流通をさせて、金融支配権を維持しようというのが、このカーニー首相がバンコブ・イングランド総裁時代に考えていた構想でもあるわけです。この3部作、最後の3部作をですね、1部作、2部作、3部作、ともに実は1月31日に作ってまして、それで第1部は2月の7日、それで第2部は14日、で今回のこの3部作は2月の21日に動画を公開する予定なんですね。ちょっと仕事の関係もあってですね、少し前倒しで、先に作っておこうということにしたんですけども、これがですね、昨日現在、ついにアメリカの新しい FRB 議長が決まりました。ケビン・ウォーシュさんという方で、ここにちょっとプロフィールを書いていますけども、1970年生まれですね。で、1995年に、2002年までモルガン・スタンレーにいたということですね。で、モルガン・スタンレーはですね、ゴールドマン・ザックスと、両巨頭だった、当時ですね、そういう、証券会社、投資銀行なんですけども、私の印象から言うと、モルガン・スタンレーの方が、ジェントルマンが多かったなっていうそういうイメージを持っています。なので、ゴールドマン・サックスっていうと、ちょっと顔をしかめたくなるんですけども、モルガン・スタンレーだったら、まともかなっていう、そういう印象を、これちょっと私の個人的な印象ですけども、そういう印象を持っていました。そういう時代に、このケビン・ウォッシュは、モルガン・スタンレーにいたということですね。でそれで2006年から2011年に、連邦準備制度理事会のメンバーになったということですね。で、2008年の時には、リーマンショックがあったんですけども、リーマンショック後のですね、リスク管理、金融市場のリスク管理、金融改革、こういったところで、手腕を発揮したということらしいです。で、その後ですね、現在直近まで、元クォンタムファンドのドラッケン・ミラー氏とファミリーオフィスのパートナー。クォンタムファンドは、知っていらっしゃる方も一部にはいるかもしれませんが、ジョージ・ソロスのですね、ヘッジファンドなんですね。で、このジョージ・ソロスが有名になったのは、1992年の、ポンドの通貨切り下げ、これを仕掛けたのが、クォンタムファンド、グローバルマクロという戦略でですね、このクォンタムファンドだと言われています。で、ドラッケン・ミラー氏はですね、このジョージ・ソロスの、事実上のその司令塔、右腕として活躍したわけです。ただ、2000年ぐらいにですね、テクノロジー株で、損失を出して、それで、クォンタムファンドから外れたと思うんですね。キューベイもその頃、現役の、ファンドマネージャーでしたし、特にその後はヘッジファンド業界にもいたんですけども、ファンドファンズとかですね、独自のヘッジファンドもやっていたんですけども、この頃というのは、成長株投資、私も日本で初めての成長株投資とかを、始めましたし、FRB のですね、グリーンスパン議長が、このデジタル革命に対して、インフレが、更新していかないというものに対して、特別なコメントをしたりとかですね、その時代のそのテクノロジーの変化によって、なかなかその、投資対象のバリューを、的確に評価するのが難しい時代でもあったと思います。私は、その運よくですね、そういったところで、損をすることはなくて、利益に出し続けてたんですけども、このドラッケン・ミラーさんはですね、有能な、ヘッジファンドマネージャーであるにもかかわらず、2000年ぐらいに、損をしたんですかね。アメリカの中で、有名な
LTCM というロングタームキャピタルマネジメントって、これもですね、ノーベル経済学賞を受賞したマイロン・ショールズとか、そういった人たちが作ったヘッジファンドなんですね。ただそれ、クレジットリスクを取ったスプレッドの、利回りの薄い差益を、レバレッジを20倍とか30倍かけてですね、膨らませて、投資家に提供すると。それが、ある時ですね、損失が発生すると、その逆戻しということになって、そのレバレッジが20倍、30倍になっていったものがですね、どんどんその資本のキャピタルが減っていくために、ものすごいレバレッジになって破綻したんですよ。で、そういうふうに、アメリカのヘッジファンド業界の中には、これはもう素晴らしいなっていう、そのシタデル・ケンジントンファンドみたいなものもあれば、そのノーベル経済学賞とか言ってもですね、こんなことしかできないのみたいな、感じの、ファンドもあると。ソロスのファンドは私は投資したことがありませんけども、ドラッケンミラーさんも、その時にそのバリューをですね、フェアバリューというものを見極めることができなかったのかなというふうには思います。で、この、ドラッケンミラーさんと、このケビン・ウォーシュさんも全然年齢違いますけど、多分20歳、30歳ぐらい違うと思うんですけども、ファミリーオフィスのパートナーとして、共同で、会社をやっていたということですね。このケビン・ウォーシュさんそのものは、モルガン・スタンレー時代に M&A の方をやっていたみたいで、それが例えばファミリーオフィスでパートナー、ファミリーオフィスに対して、アドバイスをする。例えば、このケビン・ウォーシュさんは、1970年生まれだと今55歳ぐらいですか。55、6歳ぐらいですかね。それからドラッケン・ミラーさんは、私よりもちょっと年上ぐらいなんで70代半ばぐらいですかね。で、そういう人間が、ファミリーオフィスっていうその、超富裕層のですね、資産を、運用する、会社、っていうか、そういう、オフィスに対して直接そのトレーディングをしてですね、売り買いをして、収益を稼ぐということは考えられないんで、そのファミリーオフィスのトレーダーたちに何らかのアドバイスをする、そういう会社をドラッケン・ミラーさんとこのケビン・ウォーシュがやっているんだと思います。トレーディングの若い人たちというのは、やはりちょっとリスク管理とかですね、危機的なそのシナリオに対する対応策とかですね、そういった部分が弱いっていうところもあるので、M&A のアービトラージに対するアドバイスなのか分かりませんけれども、そういうところに対してのアドバイスをしているというのが、していたというのが、このケビン・ウォッシュさんの最近の動きだったと思います。で、この方はですね、一つは暗号資産に前向きなんですね。で、ビットコインについて、これ新世代の金だというふうに表現をしたりとかですね、代替的な価値保存手段としての役割があるんだというふうに言及しているわけです。もちろん、ビットコインが、そのペーパードル、FRB のペーパードルに代わるですね、トランプデジタルドルになるというふうには思っていないと思います。それは、分散型であるので、やはり中央、アメリカ政府が責任を持って、管理発行する、デジタルドルということになるんだと思いますけども、少なくともですね、現議長のパウエルさんよりは、暗号資産に前向きな人だというふうになると思います。で、このパウエル議長は、5月末で、任期が切れるので、6月1日からですね、この FRB 議長にケビン・ウォーシュさんが、就任をするということに、なると思います。で、これはちょっと、この、動画を作っている最中に、飛び込んできたアップデートの情報なので、この FRB 議長の話とかですね、そこら辺は、また後日、6月ぐらいですかね、こういった人たちがどういう動きをしていくかということについて、掘り下げて、話をしたいと思います。今回、ダボス会議でのカーニー首相の発言が注目されているわけですけれども、ここではドル売りが最悪シナリオとなった場合の影響について検証をしました。しかしながら単に市場変動にとどまらず、
通貨構造の大変革の可能性もあることも考察をしました。で、日本円、これは日本円というか日本円の紙幣ですね。で、これはそのオールドパラダイムに基づいています。政府発行のデジタル円を真剣に議論する時期が来たんじゃないかというふうに言えると思います。で、今回の3部作、ボリューム86から88までのまとめなんですけども、今回はですね、1月に入ってから、トランプ政権2期目という、2年目ということで、今回はですね、ダボス会議後の評価を中心に、3つのテーマと3人の人物にフォーカスをしました。トランプ政権の2年目は、猫騙し、それからポーカーゲームという技を使いながらも、用意周到にディープステート潰しに向かっているように見えます。で、西洋のグローバリストというのは、フランスのマクロン、これはロスチャイルド出身ですね。それからドイツのメルツ首相、これもブラックロック出身です。それからイギリスのスターマー首相、これは直接金融出身ではありませんけども、トニー・ブレア氏を通じて、シティのパイプを持っている。で、そして、ブレア氏、そのブレア氏は、トニー・ブレアは、イギリスと、カナダの政策を自分のシンクタンクを通じて、採用しているというふうに、なるわけです。で、この動画アップはですね、もう衆院選挙の後で、3部作の最後はですね、2月の21日、3部作の最初が2月の7日ですから、投票日直前ですかね。ということになるんですけども、選挙結果の以下に関わらず、日本国民一人一人がですね、この大変革の波乱の2026年を乗り切るための情報とヒントが必要だというふうに思ってですね、今 YouTube を見ると、選挙の話題ばっかりなんですけども、そういうことだけではなくてですね、冷静に、その世界を見渡せる情報が必要だなということで、この3部作を作りました。それで一人一人考えていただければいいと思います。キューベイでした。